こんにちは。 NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今日のお話は霊気を学んでない方でも活用していただけます。今日のテーマはね、人生を変えたい人へ、変化を加速させたい人へ、加速させるにはっていうテーマでちょっと話してみたいと思います。もう結論から先に言いますが、このことを知ってるとすごくね、全然加速度が変わるんです。それは何かっていうとね、意識が先で現象は後っていうこと。意識が先で現象が後ってどういうことかっていうとね、今あなたの今日のこの状況あるでしょ、仕事の状況、人間関係の状況、収入の状況、その他健康状態とかね、あるでしょ。これってね、実はね、過去ある時点であなたが何かを意識し、どういうふうな気持ちで生きてきたかの結果が今日なんですよ。厳密に言うと、まずエネルギーが変わり、エネルギーと意識って同じような感じですね。意識が変わるとエネルギーが変わり、これ同時です。それからその次に思考、マインドが変わり、で行動が決まってきて、で行動の積み重ねの結果が今日のこの状態っていうことなんです。この順序なんです。わかります？もう一回言っときます。過去のあなたが何か意識する。でエネルギー状態が決まる。これによって、思考感情が決まってくる。で思考感情に基づいてあなたが行動をチョイスする。そしてその結果が今日の今現在のあなたっていうことなんです。この順番なんだなっていうことを知ってるだけでね、じゃあこっから先未来どうしたらいいかっていうのがね、すごく加速しやすいんですよ。なぜならね、多くの人って、何か現実を変えたい時にね、じゃあどう行動しようかっていうことを考えるから。どう行動しようかっていうことを考える、その前に意識、これが一番最初で、意識っていうのは分かりにくい表現で言うとエネルギー状態。もっと分かりやすい表現ないかな。そうだ、気分って言ったら一番いいかも。気分、意識、エネルギー状態、これ私今同じ話をしています。はい。でね、お釈迦様はこれをね、因縁正気って言ったりしたんだけどね、いい気分からスタートするの。いい気分から何かを考え、で感情も当然、喜怒哀楽もいい感じになってくるでしょ。そしてその気分のままどう行動するかを決めるの。そして行動した結果が、その集大成が今日のあなたっていうことなので、ここから先の未来も同じようにすればいいわけです。まず気分を整える。この方が意識エネルギーより分かりやすいね。気分を整えよう。そして気分を整えてからどうしようかなって考え出そう。で考えた時にどんな気分になる、どんな感情が湧くかなっていうのを考えよう。なんかね、重苦しくなったりするやつはもうやらなくていいと思う。だって例えばね、軽やかなのびのびした人生が欲しい、こっから先未来ね、そのために頑張りますって言ったら頑張った結果、多分頑張る人生になるんですよ。なので、そうじゃないチョイスをした方がいい。こうするべき、ああするべきって考えて気が重くなるようだったら、ちょっとそこもそれじゃない別のチョイスを今決めてもいいかもしれないね。
言ってることなんとなく通じていますでしょうか。だから私は霊気を伝えたいんですよ。一番そもそも根本的に気分を整える、気エネルギーを整える、意識も整う。意識が整うっていうのはね、心空ってね、空海が言ってるんですけどね、心心空、体だね、それから空はね、口、意はね、意志の意ね、意見の意ね、心空。これが同じベクトルを向くように整えよう。で、そこからスタートしていこう。そうでなかったらだいたいあんまり良くない結果に行ったり、あるいはすごく努力して望むような結果が手に入っても、その時に感じる感情、気分があれこんなはずじゃなかったのにっていうことになるんですよ。これはね、この年まで生きてきたからものすごくはっきり確信しています。何言ってるんですか辻さん、今日のはよく分かりませんっていう人がいるかもしれない。私もなんかちょっとね、もうちょっと分かりやすく説明できへんのかなと思いながら喋っていますが、じゃあちょっと私の体験で言ってみよう。私ね、子供の頃ね起業したんですよ。17歳、高校2年生で起業したんです。でね、すごく嬉しい話ですけど、もう人の3倍ぐらい働きましたけど、その結果、人の3倍働いたらね、人の3倍お金入ってくるからね、それでね、若き成功者なんて言われて、お金欲しくて起業してお金手に入ったんですけど、本当の私はお金を手に入れたかったんじゃなく、お金が手に入ったら自分の家の問題や人間関係、家族、いろんなものが全部片付いてハッピーになれるって思ったんですね。だから私が手に入れたかったのはお金ではなくハッピーな人生だったんですけど、がむしゃらにお金を手に入れるような努力をしたんですよ。でその時の私のその一番最初の意識状態、気分は最悪でした。めっちゃ怒ってましたね。もう世の中にも怒ってるし、なんで私の人生こうやねんとって怒ってるし、親にも怒ってるし、もう何もかもに怒ってた。怒りながらスタートしてるわけよ。で、こうするべき、ああするべきっていうのを一生懸命努力してガチガチにやって、でその結果望むお金は手に入りましたが、あれこんなはずじゃなかった、気分が全然良くない、なんか虚しい。でお金が手に入ったらね、お金目当ての人がいっぱい寄ってきたのよね。で実際うまいこと賢い大人たちにお金騙し取られたりもしました。何やってんだろうって思いましたね。陰天正気、一番最初の、自分の思いが怒りながらだったんで、頑張って努力して行動したから行動の結果成果は出たけど、あれなんか違うぞって、全然ハッピーじゃないじゃんってなっちゃった。なのでまず気分を整えていい状態になってから、進んでください。でね、この話とちょっとだけ連動するのがね、まず自分を大切にしましょうよっていう話です。これうちの教会の霊気の講座では結構講師の先生たちがね、何回も何回も言います。例えば子育てとか家事とか、疲れてて寝たいけどやらなきゃいけないこと残ってるから寝られないよとか、職場でもね、本当はもう今日は早く帰りたい、あるいはあの日は有給取りたい、だけどしょうがないよ、仕事が残ってるもんって、やらなきゃしょうがないじゃん、まず自分からって、自分を満たして自分を大切にってできないじゃんっていうこと結構あったりするよね。そんな時どう考えるっていう話です。これはね、やらなきゃしょうがないことって実際やっぱりあるんですよ。私の人生にももちろんあるし、やりたくないまでいかなくても、めんどくさとかあるよね。例えば朝起きてね、
顔洗ったりするのも私結構面倒くさって思うしね、メイクを落とすのも面倒くさって思う人もきっと女性の中には多いんじゃないですか。もう疲れた、このまま寝ちゃいたい、でも落としてないわみたいなね、そういうのもあるよね。面倒くさいっていうね、その嫌だやりたくないのにまでいかなくてもだるいなみたいな、その時どう考えたらいいのか。何々するべきっていうのが出てきて、重だるってなった時に、私は何々をすることができるっていう言葉にちょっと置き換えてみてほしい。これね、外国人の方がね書かれた本に載ってたんだよね。人生をよりよく生きるような感じの指南書の本。これで結構気持ち軽くなったりするんだよね。例えば散らかってる部屋を見てね、もうしんどいのに、早く寝たいのに、めっちゃ散らかってる、片付けなきゃいけないよな、片付けるべきですよね。この時に私は部屋を片付けることができるに置き換えるわけです。そしたらちょっとね、べきの時より気分が良くなる。で、やれそうだったらそのまんまこのいい気分、まさに意識を整えた状態から、掃除をスタート。べきだよなのまま、嫌な気分のまま掃除スタートしない。そうするとね、掃除終わった後もスキッとするしね、掃除もね結構ねテキパキできるのね。で、あるいは私は掃除をすることができる、だから明日でもいいって言って今日は寝てもいいんですよ。でもね、寝る時多分ね気分がいいの。掃除しなきゃな、汚いわ、もう私ってだらしないな、情けないな、寝ようって、こんな気分で寝るよりね絶対睡眠の質上がるから。なので一度これをやってみてほしい。はい、じゃあ今日の話もう一回まとめときます。まず意識が先、そしてその後に行動を決めていくと、あなたが望む人生への速度は加速しやすい、変化進化が早くなる。だから人生変えたいなとかね、もっとこんなこと実現したいなっていうのがはっきり決まっている人はぜひそれを取り入れてやってみてほしい。そしてね、そんな中でも何々するべきは出てくる。好きなことやっててもね、面倒くさい作業って出てくるんだよね。その時はしなあかんな、関西人やったらせななみたいなね、このせななの時はするべきだよなって考えてるわけですよ。だから私はこれをできる、私はやることができるに言葉を頭の中で置き換えてください。そうするだけで意識、エネルギー、気分が整います。簡単でしょ、いいでしょ。で、ついでに、これなかなかやりづらいわっていう人は呼吸をね、ゆったり静かに細く長くね、3呼吸ぐらいやってください。霊気が使える人はここで霊気とつながって3呼吸ぐらいやると、さらに意識がきれいに整うよね。早い、そして深く整う。そんな感じです。あと霊気できる人はね、ヘトヘトになってるんだったらエネルギー充電自分でできるもんね。スマホのバッテリーでいうとね、気力がね 20%、30% になってるのをね、100に近く戻せるからね。100まで満タンにしなくてもね、50でも60でもね、ちょっとだけ時間取って戻したらいいよね。その時間って手慣れてきたら1分ぐらいでいけますからね。はい、以上、意識が先っていうお話でした。聞いてくださってありがとうございます。またです。今日の内容いかがでしたか？今日はね、当教会がやっているアチュメント講座とコンプリーション講座の説明をちょこっと解説してみたいと思います。アチュメント講座、これはね、霊気を学びたい人、霊気を自分で使いたい人にとっての最初の入り口の講座です。初級、中級、上級ってあるけど、あなたが好きなレベルまで、ランクまで学んでください。そしてね、すでに過去どこかで霊気のスクールで霊気のアチュメントを受けたことがあるよっていう人、そして久々辻さんのこの動画見つけて見てるけど霊気長いこと使ってないな、そういえばっていう人、そしてね、もう一度ちゃんと学び直したいなっていう気持ちが湧いてる人、こういう人にはね、コンプリーション講座っていうのをおすすめします。これはね、アチュメント講座の半額なんですよ。いいでしょう。そして初級、中級、上級、違いはどこかっていうと、
きちんとしたアチューメントを行いません。もうすでにあなたはアチューメントを受けていらっしゃるからね。で代わりに簡易アチューメントっていうものをやります。これはねあなたの霊気長いこと使ってないですから、水道管でいうとねそこのねすすや水垢取ってねきれいにザーって快適にクリアな純度の高い霊気を流すような、作業をこちらでさせていただきます。これが簡易アチューメントなので、日本伝統式の霊気学んでないから学んでみたいな、興味あるな、でも過去霊気も学んだしなっていう人はコンプリーション講座へお越しください。初級からどうぞ。お待ちしてます。